こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。ちょっと暗くなってきちゃった。今日は、自分のことよりもさ、人のことが気になるっていうことであるじゃないですか。そのことについてお話ししたいなと思っています。そうですね。私もずっとね、人にね、何かをするっていうことが癖というかさ、それがすごい自分の生きる喜びだと思ってたんですよね。人が喜んでくれることが自分の喜びだし、みんな幸せであってほしいって思うじゃないですか。だからね、人に結構手出すというかさ、困ってそうな人がいるとすぐに助けるとかさ、そういうところを第一優先としてやってきてたんですね、今までは。だけどこういう宇宙のこととかが分かった時に、やっぱまず自分なんだなっていうのを本当に腑に落ちたんですね。よくね、私も動画の中で話してますけど、やっぱりなんていうのかな、今までの前世からの癖があるんですよね、自分の。大体私の場合だと宗教者みたいな感じが多いんですよね。多分なんて言うんだろうな、お坊さんみたいのが多かったのかなと思うね。だから自分をも律して、なんて言うんだろう、自分のことよりもやっぱ人のこととか、自分の修行的なところをさになりがちなんですよね。だからなんで困ってる人がいたらその施すのが当たり前みたいな感じの考えがあったから、逆になんで施さないのとかさ、助けないのみたいな感じだったんだけど、やっぱここがベースに来ちゃうと苦しくなっちゃうんですよね。見返り求めちゃうしね、周りに相手に対してこれだけやってんのになんでそんな態度みたいな感じとかも今思うとあったかもしれないしね。そうあとやっぱりその相手がさちょっとエスカレートしてきたりするんで、もっともっとみたいなで、私はもっともっと尽くすみたいなところが結構あったから、ここのそういうことをずっと繰り返してたなと思うんですね。で宇宙の法則っていうのは結局自分が何か助けたいとかさ、何かやってあげるっていうことによってなんていうか、そういう周波数を自分が持ってるっていうことなんでね。自分自身がそういう周波数を持ってるから、そういう相手が出てきやすいみたいな、困ってる人が出てきやすいみたいな感じになりやすいっていうことが分かったから、じゃあまずね、困ってるのは自分なわけだから、自分がそういう周波数持ってるってことはね、満たされてないから人の方に目がいって、で人を助けようとするっていうことなんだよね、やっぱり多分。その周波数そういうのを持ってるから、現実として現れる人がそういう人が現れやすいっていうことだから、まずは自分自身を満たすんですね。自分自身を満たしてると、だんだん本当にすごい自分がなんていうのかな、自分のことで忙しくなるから、周りにそんな困った人がいっぱいいるってさ、そっちに目がいかなくなるんですよね。でなぜか知んないけど、自分満たしてると周りもそういう困ってる人たちもうまく回りだすんですよ。これがやっぱはっきりしてきたかな。だからやっぱり自分満たすことって結局本当投影なんだよね。自分自身の周波数波動が映し出してるわけだから、やっぱこっち見ててもしょうがないっていうところが一番強いんだと思うんですね。あとこれもあるんだよね。だから助けたいとかさ、人を何とかしてあげたいって思うと思うんだね。セッションとかが分かりやすい感じだと思うね。でセッションだとすると、このねチャネリングのセッションだとするじゃない。チャネリングセッション受けたいっていう人は、チャネリングができないから、できる人からハイヤーセルフの言葉聞きたいっていう感じじゃない。自分にはそういう能力ないからとかね、そういう感じになりがちだと思うんだけど、これをやっていると、セッションが悪いわけじゃないんだけど、これはセッション以外のものでも言えると思うね。何か人に何かしてもらおうとかね、で自分も何かしてあげなければみたいな感じになってると、やっぱちょっと上と下の関係を作りがちだから、いつまでたってもそのさ立ち位置がずっと続いていくんですね。この上と下みたいな。でもこの例えば下だってさ、セッション受ける方とやってる方みたいな感じで、先生ってこのセッション受ける方の人はさ、先生って呼んだりするから、でも対等ですからね。対等だし、この人ができることは自分には絶対できるんですよ。できないと思ってる世界を今まで地球で体験してきてただけだから、できないことなんて何一つないんですね。でも
やっぱ今までのパターンとしてこういうのだとすると、ここをずっとやり続ける限りやっぱりこうなんていうのかな、相手にやっぱなんていうの、このねセッションやってる方だとすると、相手に本当のね相手のことを思った時にはやっぱりその自立させてあげるっていうのが一番こういいんだよね。あなたにもそういう力があるんだよっていう。だから私はやっぱ講座を推進してるっていうか、セッションよりもやっぱ講座だなと思って講座にずっと4年間ぐらい力を入れてきたんですね。そうだからみんなびっくりするもんね。多分こう動画見てる方も前世見るとかさ、あれ私でもできちゃったわみたいな、なんかチャネリングとかもなんとなくこんなんでいいんだみたいな感じで、もっとすごいことって多分思ってたと思うんですけど、大したことじゃないんですよね。誰でもやっぱり持ってる能力だから、そこの部分をやっぱりこう後押ししてあげることが一番こうその人を自立させてあげることができて、あとはその自分自身のなんていうのかな、本当の自分に目覚めていくっていう、それが本当に自信になっていくし、誰にも頼らなくていいわけだからね。そう本当にね力なんですよね。自分とやっぱりこうハイヤーセルフかな、ハイヤーセルフでもいいし、自分自身にやっぱりそれだけの力があるっていうことに気がついていくっていうことが今の時だから、ちょっと形をね少しずつ変えていく時なのかなと思うんですね。外に目が行きがちだっていうのは本当にそういう前世からのパターンがあるっていう感じだと思うから、どこかでこのパターンがある人はね、誰かを助けたいとか、何とかしてあげたいとかね、あとはそういう困ってる人が周りに多いってことだな、そういう人がよく来るなとか相談されやすいなっていう人は自分の中にそういう周波数持ってるっていう時だから、見るのはその人助ける前に自分助けるって感じですね、はっきり言うとね。それやり続けてると自分はずっと不足感の中で何かしなければ誰かを助けなくちゃってなると思うんだけどね。そうここが自分満たしてると、要はねもうね勝手に周り良くなっちゃうんですよ。困ってた人が幸せになっちゃうみたいな、そうこういうねことなんですよ。もう本当にね幻想ですからね、今見えてる世界っていうのは自分のこう内側の周波数が表に映し出されてるっていうことなんですね。だからこの辺りのところのパターンを、繰り返してたものをそろそろね違うパターンに変える時なのかなと思ってますので、はっきりやっぱりこうその辺りは伝えていかないといけないというわけじゃなくて、なんかその人自身本当に楽になってほしいんですね。私は私もそういうパターンを繰り返してたから苦しかったんですよ。満たされないし、なんかずっとやっぱりさ誰かのためになんかしなくちゃいけないというかさ、なんかやっても満たされないんだよね。また違う人が現れてまたなってみたいな感じなんだけど、今は本当に今ここにいるだけで本当に満たされてて楽なんですよ自分が。で周りも幸せになっちゃうみたいな感じだから、これでよかったんだ。誰もそんなこと教えてくれなかったからさ、なんか私他のところでもねそういうこと言ってる人もいるかもしれないけど、私自身がやっぱそれをすごい感じてるので、ぜひ皆さんもね本当に自分を満たすっていうこと、人の方に目が行きがちだっていうのは自分の中にそういう周波数があるっていうねことだから、これはプラスのようでマイナスですからね。いいようでやっぱりもうこのパターン変える時だからマイナスだって思った方がいいんですよ。だからまず自分が満たされてないからそういう風な外の方に目向けがちだっていうことだから、そういう感じで、これからもね伝えていきたいと思っています。あとはそうだな、やっぱり自分自身が創造主なんですよね。大元の自分自身って大元は大元じゃないっていうわけ、なんかそういうなんか分離するような考え方っていうよりも、もう一人一人の中に宇宙を作った意識っていうのが入ってるわけだからね。一つの意識から始まっていろんな分離が起きていろんな体験をしてきてて、地球の中でできないとかさ苦しいとかさそういう体験をみんなしてきたんだと思うんですけど、それがその一番最初の意識っていうのが一人一人に入ってるから、その信頼っていうのがすごい大事だと思うんですね。それは私の中にも入ってるけどあなたの中にも入ってて、あそこに立ってる方の中にも入ってるみたいな。どうしたの？何見てんの？あそこにさなんか光るね。夜になってきちゃったそう
みんなの中に入ってるから、もうねそういう感じ信頼するといいと思うね。私はねそれをもうほんと信頼してるから、そこでなんていうのかな、まあまあ今だ悩みたいのかなとか、まだこうしてたいんだなって見てるだけなんですよね。そこも転ばしてあげたり、なんていうのか、悩みたいんだなとか、楽しみたいんだな、楽しんでんだな、なんか抜けたなとかさ、なんかそういう感じでこう信頼をして大きい目で見てあげるっていうのかな、見てるとやっぱ良くなっちゃうよね、周りも。であとほらやっぱ自分もさ何とかしてあげたいみたいな感じの気持ちもないから楽なんですよね、自分が。だって一人一人その創造主の意識が入ってるわけで、創造主そのものなわけだから、できないことないよ。できないってさ、なんていうの、思って演技してるみたいな感じなんだよね、本当は。そうそうそう。なんかそのあたりのことをやってると本当に自分が楽になると思うから、よかったらねこのパターン繰り返しがちな方はまず自分を満たすっていうことと、あとはまず自分自身の方にね意識を向ける。あとは相手にのね本当の意味での自立っていうのかな、本当に力がある。だからスピリチュアルななんか技術を習うっていうのは素晴らしいことなんですよね。それを習ったら今度セッションっていうのもいいんだけど、講座とかをやっていくといいんですよ。だからそれあなたの技術を教えてあげるっていうのかな。そう、これをね本当にやっていくと、要はもう目覚めのきっかけになるし、私にこんな力があるんだなってなっていくし、あとはもう本当に一緒に喜べるんですね。そう、これは本当にね最高の仕事だなと思うし、私はそこが本当に好きでずっとやってきてたので、よかったらね参考にしてみてください。そう、信頼だな、やっぱり。本当にね皆さんのこと信頼してます。ここ見てくださってる方は本当に皆さんスターシードだと思うのね。もうねやっぱりね、なんていうのかな、何でもできちゃうってことですよ。何でもできちゃう、その力がさ本当にすごいから、そう、自由にやっちゃってください。自由にやっていいし、自由にやる時なんですよ。やっと自分を解放する時なんですね。解放っていうやっぱキーワードがすごい来てるから、解放する時ですよ、自分を。だから解放、外ばっかり見てたら自分の解放遅れますからね。まず自分自身の方をしっかり満たす、解放していく。残ってる観念とかね、思い込みとかをどんどん解放していくと、自分が本当に楽になるし、もう本当に全然違う自分になっていくと思いますので、楽しみながらねやってみてください。ではでは。